前回までのあらすじ。ウィビドミナです。本日は、こちら。昨日ね、スターウォーズ2を見たら、内容があまりにも夢小説すぎたので、その話をしていこうと思います。という雑談の回です。イエーイ。ということで、いやね、まず順を追って進めしましょう。スターウォーズ2自体は見たことがあったんですよ。で、スターウォーズ2っていうのがそもそも2002年に公開されたスターウォーズシリーズの第、5作目なんですね。っていうのも、スターウォーズシリーズ、今回ね、スターウォーズ1から6と、もしかしたら、流れによっては、エピソード0。名前忘れたわ。ログ。スターウォーズ。ローグワンだ。スターウォーズのローグワン。ネタバレが若干出るかもしれないので、そこからヒヤという人は今、ブラウザバックをしてください。ということでやっていきましょう。で、まずスターウォーズっていうのは、スターウォーズ4が一番最初に公開されて、4、5、6と公開された後に、その前立産として、1、2、3が公開されたのね。で、その1、2、3っていうのは、要するに、スターウォーズ4、5、6の敵役であるダース・ベイダーってやつがどういう風にしてダース・ベイダーになったのかって、ダース・ベイダーがどうして生まれたのかっていうのを、補完するお話なんだけど、今回の主人公っていうのがアナキンくんっていう人で、今画像を出しますね。ここのさ、左上にいる、このちっちゃい、顔の悪そうな、怒ってる男の子。これがアナキンくんなんだけど、こいつが、エピソード1では、この下のさ、ちょっと、この3つ画像のある、左下の、はい、女王って言ってる引き出しのちょっと上にさ、このちっちゃい顔があるじゃん。まずこの男の子として出てきて、2ではこの10年後に、この、仏頂面の青年になったところから始まるのね。で、そこはさ、みんな知ってるじゃん。で、2002年に公開された時、あんまりぶっちゃけエピソード2面白くないなと思っちゃったの。楽しいは楽しいんだよ。スターウォーズのさ、ライトセーバーの戦闘がかっこいいしさ、なんていうの？宇宙船でのさ、戦闘シーンみたいなのはさ、もっと洗練されてるし、いいじゃんと思って。でも映し方自体は、エピソード4、5、6の方がかっこいいなと思ったんだけど、アニマトロニクスとかさ、そういうのをいろいろ使った方がいいなと思ったんだけど、これはこれでいいなと思ってたの。でもなんか内容はあんまりよくと思って、その印象だけあったんだけど、今この2026年に、改めてこのエピソード2を見たら、もうとんでもない夢小説でびっくりしちゃった。っていうのをさ、実は俺これ、今まで、ほとんど表に出したことないんだけど、実は、なんていうの、少女漫画とか、恋愛小説がめちゃめちゃ好きで。恋愛小説めちゃめちゃ好きで。なんか最近見たのだとね、例えば、古いのだと、はやてのごとくは見た。その後継作のとにかく可愛いも見た。よかった。私が恋人になれるわけないじゃん。無理無理も見た。赤髪の白雪も見た。オーラン高校ホスト部で俺は、この美少女、恋愛ものにハマったんだけど、これも見た。魔法使いの夢はめちゃめちゃ良かった。しかも、なんやかんや漫画も良かった。聖女の魔力はバンドレスも結構良かった。歴史に残る悪女になるぞは、ナローから読んでていいなと思ったらアニメ化されてびっくりした。よかった。やり直し令嬢は竜帝陛下を攻略中も、ナローで読んでたらアニメ化されてびっくりした。これは結構よかった。でも俺は小説版の方が好きかなってきました。あと漫画版もあったよね。漫画版よかったな。ハメフラも見た。ハメフラよかった。ハメフラは俺アニメ版の方が好き。アニメ版のハメフラいいですね。あれ漫画版あったっけ覚えてないな。この、聖女は隣国に売られるもよかった。これはアニメで初めて見た。よかった。機械仕掛けのマリーもよかった。よいしょ。ある日、お姫様になってしまった件についてはね、マジでよかった。2025年最高のアニメ、どれって言われたらこれ選ぶぐらいには私結構好きだった。でも最終回がなんかよく、めちゃめちゃ打ち切りみたいな感じになってきて結構納得はしてるんだけど、これはね、もうすごくよかった。透明男と人間女もよかった。隣国王女は、赤く令嬢は隣国の王太子に溺愛されるわ。内容割と好きなんだけど、声優さんが、ガールズパンツァーの主人公のと同じ人で、声が全く一緒だから、ずっとガルパンの声がすると思って嫌いではなかったぐらい。
あと、これも見た。最強下道ラスボスは、王女は民のために尽くしますの、今2期を見てるんだけど、2期もいいね。うん、すごく好き。で、今ね、今季一番採用者はこれ。逃す魚は大きかったが、釣り上げた魚が大きすぎた件。これはね、めちゃめちゃおすすめですよ。とか、あと、なんか漫画だと、これ。霊魂の流儀とか、ここからね、チャッピーくんとか AI に適当に画像を持ってきてって言ったやつだから、画像の、アスペクト比とか、画質がまちまちなんだけど許してください。なんか適当に5分前に、そうだ、これを持ってこなきゃって言って、AI に適当にパパパパって出してもらったやつだから。どっから持ってきるか俺もわかんない。だからなんかね、3巻とか2巻だったりするんだよな、この表示が。あとこの、断絶された悪役令嬢は逆行して完璧な王女を目指すもんよかった。あと、猫かぶきのお姫様いいよね。あと、これ。断絶された悪役令嬢と入れ替わって、婚約者たちがぶっ飛ばしたら出来が待っていましたもんね、結構いいなと思った。で、今一番推してるのは、悪役令嬢、神様転生全人追放配信 RTA はね、結構好きよ。あれはなんか漫画が溜まってるけど。で、一番今推してるのが、裏切られた、王女付き、裏切られたのね、王女付き令嬢にジョブチェンジはね、これはいいですね。いやー、もうね、毎月これの、毎月 ?2 ヶ月に一遍忘れたんだけど、これの更新を待ってる生活を今しています。ずっと。この1年間ぐらいね、そろそろ、漫画が更新されるぞと思って、日々の糧にして過ごしてるぐらいこれは今ハマってる。っていうぐらい恋愛小説とか夢小説がめちゃめちゃ好きなんだけど、2002年当時は、夢小説っていうのを知らなかったのね。で、ここ5年、10年ぐらいでこういうのを知り始めて、で、それを知識を得た上で、改めて、スター・ウォーズエピソード2見たら、もうね、とんでもない夢小説だったの。っていう話を今日させて。一応ネタバレには配置するけど、ちょっとネタバレ出ちゃうかもしれない。ごめんね。っていう、もうね、まず、大前提として、エピソード2はエピソード1の10年後のお話なのね。で、エピソード1が、その主人公のアナキンくんが9歳の時。で、阿弥陀羅女王っていうのが、この女の人、ヒロインなんだけど、この子が19歳の時に、政治家なんだけど、この女の人が王女だから、敵に狙われてて、辺境の星に逃げてきたら、このアナキン君にいる星がたどり着いて、アナキン君奴隷だったんだけど、君はね、立派なジェダイになる素質を持ってるんだよ。世界一のジェダイになれる、宇宙一のジェダイになれるんだよって言われて、ジェダイを目指すっていうお話なんだけど、で、その10年間ね、修行して、アナキン君が19歳になりました。で、アナキン君は、もう、当時19歳のアメドラ女王に一目惚れしちゃったの。すごい可愛いこの女の人って思って、一目惚れして、そっから、よし、あの人にふさわしい男になるぞと思って10年間授業したのね。で、10年ぶりに、阿弥陀羅女王の護衛役として抜擢されて、阿弥陀羅女王と対面するわけ。そしたら、開口一番、アナキン君が阿弥陀羅女王に、いや、10年ぶりに会えて、未だに俺、お前のことが好きなんだ、みたいなことを言い始めるわけ。でも、阿弥陀羅女王もう29歳なわけ。29歳未婚独身、政治家。で、この世界観の一応説明をすると、このジェダイっていう役職が、要するに、お坊さんみたいなこともやるのね。戦うお坊さんみたいな感じの役職なんだけど、要するに無給で、世界平和のためだけに戦っていて、結婚とかしちゃいけませんよっていう結構厳しめなものがジェダイなんだけど、このジェダイから、あなたのことが好きですっていう風に言われるわけ。もうさ、この時点で夢小説すぎる。29歳生き遅れ女にまあ、生き遅れとは思わないけど、まあ、世間的に見たら生き遅れ女に、19歳の、もう脂の乗った、今かっこいいイケメンが、あなたのことがずっと10年間好きで忘れられませんでしたって言い寄ってくる。もう夢小説すぎる。この時点で夢小説すぎる。と思って。もうさ、もう始める時からもうここで笑っちゃってさ。で、アナキンがかわいそうな子なのよ。ジェダイっていうのは役職があって、なんか、ジェダイっていうののマスタージェダイっていう役職の1個下にパダワンっていうのがあるのね。パダワンっていうのが、マスター自体が正社員だとしたら、パダワンは派遣社員ぐらいの役職なわけよ。まあ、今の一般社会的にはね。要するに、正社員にはまだ慣れてないのよ。でも、ほとんど正社員と同じ仕事をしてるのがパダワンなの。だから、次、もうそろそろ正社員になってもいい。マスタージェダイになってもいいっていうくらいの年数10年間修行を積んでて実力もあるんだけど、上司の正社員のマスターオビワンから認められてないからずっとパダワンのままっていうのがこのアナキンくんなわけ。で、それをずっと不満に思ってて、もう、表現が
表現あれやれでって言ってるけど、俺は、お母さんを、お母さんと生きまくりになってるし、お母さんの苦しむ声が、フォースっていう魔法の力でずっと耳に、頭の中に響いてくるし、みたいなさ、俺、お母さん助けに来たいよみたいなさ、切れ気味で、もう半泣きで19歳だから、言ってくると、この阿弥陀女王は、もうね、こっからもう、夢小説を、最近の夢小説を追ってる人はね、もう、お別れの展開だと思うんですけど、こう、うじうじし始める、アナキンがうじうじし始めると、阿弥陀女王が、すっごいキリッとしたこの表情で、うるせえ、早く隣の操縦席に乗れ、行くぞつって、もう勝手にどんどん行こうとするわけ。で、この阿弥陀女王の護衛として抜擢されて、護衛以外するなと言われてる、アナキンは、本当はそれを止めなきゃいけないんだけど、阿弥陀女王が、うるせえ、責任は全部私が負う。お前は私に命令されたと言えばいいっつって、いいから行くぞっつって、アナキンを副操縦席に座らせるわけ。で、この、左下の表情よ。はい、女王っつって。このエピソード2では、8割方、ずっとこの、アナキン君は、この仏頂面、すっごい仏頂面の表情なんだけど、阿弥陀女王が、うるせえ、アナキン、行くぞーっつって言った瞬間、言った次のコマだけ、この、はい、女王っていうめちゃめちゃもう、エピソード1の頃の可愛い少年だった頃と全く同じ顔をするっていう、全く同じ笑い方をするっていう、もう、それに気づいてから、この作品が面白くてしょうがなくて。もうね、夢上ですぎる。どこら辺が夢小説かっていうと、エピソード4で、エピソード4以降、この阿弥陀女王っていうの出てこないのよ。もうその時点で夢小説じゃん。で、ネタバレをすると、このアナキンくんが、エピソード4、5、6のラスボスのダース・ベイダーっていう人になっちゃうわけ。敵のラスボスになっちゃう。だからまあ、ファンタジー的に言うと魔王だよね、この子が。このアナキンくんが魔王になるの。で、魔王になる前の王太子の状態の時に、阿弥陀女王がアナキン君に出会って、普段は仏頂面で人を殺すことしか考えていない、怒りに任せた戦い方をするアナキン君が、阿弥陀女王の前でだけ、この子供みたいな笑い方をする、すっごい、ハンサムな、可愛げのあるイケメンになるみたいな。もう夢上ですぎる。この展開死ぬほど見たっつって。と思って、キャッキャキャッキャずっと笑ってた。昨日。ね、まだ、スター・ウォーズをね、見たことがない人、おすすめですよ。すげえおすすめ。まあ、見方としては、エピソード4、5、6を見た後に、1、2、3を見るのが一番いいかなとは思ってるんだけど、まあ、どうしてもって言うんだったら、エピソード6だけ見て、エピソード1に行ったっていい。なぜかというと、エピソード6で完結するんだけど、エピソード6の一番最初に、イントロダクションみたいな感じで、今までのあらすじがバーっと流れるのよ、この作品。まあ、それを読めば、なんとなく筋はつかめるから。面白さは、半減するんだけど、筋はつかめるから。この2の、あまりに夢小説すぎるという展開だけを味わいたい人は、一旦6を初めから最後まで見て、6こういう風に終わるんだっていうところと、6では、このアナキンと阿弥陀女王の息子である、スカイウォーカーの末裔が、この、1、2、3の19年後の時間軸が4、5、6の時間軸なの。で、エピソード1が始めで、エピソード1の10年後がエピソード2。で、エピソード2の3年後がエピソード3。で、それで、エピソード1から3の物語は完結して、そのエピソード3のさらに19年後が、エピソード4から6までのお話なのね。で、このエピソード4から6の話は、すっげえ大雑把に言うと、この主人公のね、ハンサムなルーク君がなんやかんやあって、エピソード3の終わりで闇落ちをして、ダース・ベイダーとなり、生き別れの息子である、スカイウォーカー家の末裔が19年後に、そのお父さんだとは知らずに、ダース・ベイダーを、悪の総帥ダース・ベイダーを、光の戦士スカイウォーカーとなって、
戦いを挑むっていうストーリーなのね。で、5の終わりに、私はお前の父だって言われて、嘘だーって言われて終わるみたいな。で、6でとうとう決着をつけましょうみたいな。なんかスター・ウォーズシリーズなんだけど、そこだけ知った上で6を一旦見れば、1からの流れについていけるから、一旦6は見てください。一旦6を見ないと、1から2までのお話の、なんていうの、カタルシスみたいなのがよくわかんないから、あいつらが1、2でこういうことは、あいつらがこうなるのね、みたいなカタルシスをやるには、やっぱり6は見なきゃいけないから。でも4と5はね、見なくてもなんとかなるから。うん。別に4と5で出てくるやつほとんど1から3出てこねえし。うん。別にいいかなっていう。のね、昨日ずっと夜中の1時ぐらいまでね、スター・ウォーズの2を見ながらね、ケタ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 笑いながら、はぁーっつって、ここ夢小説みたいと思って。なんか、で、こんな勝ち気な、このね、エピソード2のいいところがね、すげえ勝ち気じゃん。すっごい強そうに見えるじゃん。このアメラ女王ね、うるせえ行くぞっつって、俺が戦争を止めるんだみたいな、私が戦争を止めるんだみたいな、すっごいイケイケで行くんだけど、全然強くない。めちゃめちゃ、銃ぶっ放したり、前線に出て、私が戦う私が止める私が全然指揮官だ行くぞーっつって、ルーク君よりも前に出ようとするんだけど、この子全然強くないから、すぐにピンチになるの。ピンチになるために、もうね、すっごい嬉しそうにね、このルーク・スカイウォーカー君がね、助けに来たぜっつってね、こんなアミダラ女王をね、助けに行くの。もうね、ここのあたり、もう、何の不満もなく、助けられて私は嬉しいですっていう表情で、ずっとルーク君がね、阿弥陀女王を助けに行くっていうのが、本当に面白い。本当に夢小説で見たのこれと思って。牛島くんのさ、ドラマの牛島くんのシーズン1だっけなんか、オリキャラのさ、女の子出てくるじゃん。あんな感じのなんか、原作にない展開みたいなのがずっと続くんだよな。だからね、その目線で見ると、エピソード2はおすすめです。うん。エピソード3はね、なんかずっと暗いし、うん。まあ、エピソード3は、個人的にはあんまり、まあ悪くないと思ってるけど、戦闘は面白いし、戦闘とか、なんていうの、政治問題とか、エピソード4にこっから繋がっていきますよのお話が中心になってくるから、あんまりエピソード3はな、夢小説っぽくないんだよな。っていう面で若干減点が入って、私はエピソード3よりもエピソード2の方が面白いなと思いました。でも一番面白いのはね、エピソード1です。なぜなら、アナキンの、子供の頃の9歳のアナキンがめちゃめちゃ可愛いから。9歳のアナキンはね、もう世界一可愛いの。もうね、もうこの世の愛情を詰め込まれたような可愛さ。笑った時のアナキンが可愛すぎる。っていう良さがあります。うん。ということで、今日はね、エピソード2を、エピソード2を20年ぶりに見返したら、あまりに意味調整すぎて笑っちゃいましたという話でした。ということで、今日はこのぐらいで終わろうかなと思います。毎日投稿中です。毎週金曜と日曜に配信も行っています。よかったらそちらもね、見に来てください。ということで、また来週の、金曜日にお会いしましょう。ということで、毎日投稿の内容としては、こんな感じ。ということで、今日のお相手は、ミーナでした。またねー。みんなもスター・ウォーズ見ようぜ。多分ネットフリックスとか、アマプラで見れると思うよ。イエーイ。ディズニープラスかな。